イビです。アドーラです。二人合わせてプリキュア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 。今回の動画はハーフで損したこと、嫌だったことを5つ紹介してみたいと思います。ハーフは嫌なことばかりじゃないので、いいことも得っていうか、まあ、こともあるので、そちらは、前回の動画で、5つ紹介しているので、そちらを見てください。リンクを貼っておきます。結構ヘビーなやつからライトなやつまで5つあります。ナンバーワン。ナンバー1。名前をちゃんと覚えてもらえない。これはまあライトよね。ライトだね。はい。私たちの名前は、カタカナでイフィです。トでしょ。イフィとアドーラなんですけど、多分伸ばし棒が入ってるからなのかなんか皆さん書けない、読めないよね。イフィは何があった今まで。イフィちゃん、イフィちゃん、ミッフィーちゃんもいるよね。ミッフィーちゃんひどいよね、ミッフィーちゃん。なんでそうなったって感じ。でも一番多いのはイフィちゃん、イフィちゃん、ちっちゃいやつがあとおじいちゃんはそう、私たちのおじいちゃん、日本のおじいちゃんは石くん。そう、口が回らなくて石さんって言って石さん懐かしいな。おじいちゃん石井さんって呼ばれてた。私一番ひどかったのはね、ローラローラと思って、何がどうかすりもしてないよね。ローラ、アンドーラ、アゾーラ、アドラーも多い。アドラーめっちゃ多い。多いね。あとね、小学校の時リコーダーあるじゃん。リコーダーってほら名前が彫ってあるじゃない、あれ名前間違ってて田中アドラーって書いてあって、そんなのあったの？そうで送り返した。間違ってますとか言って、リコーダーの名前間違ってやばくない？彫ってあるやつ。でも私の場合はあれだよね、アメリカでは別に読んでもらえない。そう、それを言おうと思ったの。イフィって私たちの名前珍しいっていうか、ナイジリアの名前だから、ナイジリアでは超めっちゃいる名前だけど、アメリカにはいないから、天子ね、大学の天子ひどいよね。おこいえってなるよね。ならない。おこいえも読めない。おこいえも読めないから、あだ、おってなる。そう、読めない。名字も日本にいた時は田中だったけど、今は田中じゃないから、ファーストネームもラストネームもナイジリアの名前で読めませんっていう話ね。どこ行ってもね。そう、日本でもアメリカでも、ナイジリアだったら読んでもらえるな。でも私のスペリングは違う。違うの？違うんだよ。どうしたの？みんなIFFY だよ。どうしたの？IFY の人もいるよね。なんで P なの？ He wanted to be unique。あ、そうなの？初めて知った。キラキラネーム。キラキラネームなの？スペリだけナイジリアのキラキラネーム。Number 2。努力を認めてもらえない。これは、今はライトで話せるけど、私的にはめちゃめちゃヘビーだった。特にスポーツかな。どんなに努力して上手になっても血だよねって言われる。私は運動神経ね、もともと良かったのもあるけど、すっごい練習してなんかできるようになっても、アドちゃんは骨格が違うからねとか、アドちゃんやっぱ血だよね、さすがみたいな褒めてくれてるんだよね。ありがたいことで褒めてもらってるんだから。でも努力を褒められてるんじゃなくて、血だからそんなのアドちゃんはできるよねみたいな。私はめっちゃ頑張んなきゃいけないけど、アドちゃんなら別にできるよねみたいな感じで言われるのが私はすっごく嫌だったかな。私は英語が嫌だった。英語もアドもそれは嫌だった。中学生の時に英語喋れなくて、みんなと同じ教育を受けてたわけだから、みんなと同じぐらいしか喋れないけど、みんなよりも猛勉強して英語だけは90点台をいつもキープしてたから、でもみんなはイフィは喋れるよねみたいな。血だよね。日本語しか喋れないお母さんにしか育てられてないのになんで血って思うけど。血のって言われてもしょうがないかな。英語は努力でね。それもさ、私プライドだと思うんだけどさ、英語喋ってってすごい言われるしさ、昔からさ、この顔でって言ったらなんかあれだけどさ、英語できないんだみたいに言われるのすっごい悔しかったよね。だからアドもイフィも英語の勉強は多分人一倍してたと思う。私今でも言われるもんね。英語もともと喋れなかったって言うと、じゃあ勉強したのって言われて、勉強してできるようになりましたとか言っても、やっぱ血が違うからねみたいな。そんなこと言われるの？言われる。すごいねって言われる。私は言われるけど、すごいねって言ってくれる人の方が多いけど、でも血だよねって言われるから、血ですね。血ですね。もう血ですね。はいって感じ。はい、血です。言い方やばくない？血ですね。次、No.3。はい、家族に簡単に会えない。これは私たちの場合かな。貧乏だったから。だったし、片親だったからね。片親だったら会えない場合多いのかな。
どちらにしても日本だと真剣あれだもんね。けど同じ国にいたら会えたかもしれないのにって思う。なんだろう、まあ、遠いじゃん。片っぽの家族としかなんていうの、ね、そう交流がなかった。歴史がない。歴史遠いよね、アフリカはね、やっぱり遠いし喋れなかったし、まあ、ある程度でもお金がないといけないしね、アフリカまではね。そんなお金なかったよね、もやししか食べてなかったからまあその貧乏の話はまたしますね。また別の動画でたくさんしましょう。そうだから行けなかったし、もうおじいちゃんおばあちゃんには会う前に私は会ったけど、会ったの1回だけ会ったおばあちゃんに。私は会ったことないの。ナイジェリアに初めて行った時におばあちゃんに会ったけど、でもその時は英語もイボ語も喋れなかったから何も喋れなかったけど。でもイフィ会うより先にナイジェリア行ったもんね。私は会ったことない。会いたかったなってすごく思うな。イフィに似てるんでしょ、顔。似てるっていう噂なので会いたかったな。次、ここからは少しヘビーになります。 No.4 居場所がないというか、まあ、どこの国に行っても外国人扱いをされてしまうということ。私たちの場合は日本にいてもナイジェリアにいても外国人扱い、そうだね。心はさ、心は日本人なんだけど、どちらかというとってるからね。国籍も日本だし、生まれも育ちも日本語が第一言語だし、だけど日本にいる人から見たら外国人というか同じカテゴリーには入らない。入らないね。入りたくても私たちはほら日本食のあれでアルバイトしてるじゃない？してた。すごい言われるよね。アメリカでいて日本語で喋ると日本人に「日本すごいな!」日本食のお店でニューヨークだからすっごい日本人のお客さんがすごく多くて、日本語で接客することが半々ぐらい。そうで話すと「みたいな「日本語どこで覚えたんですか?」ってすごい聞かれる。一番あれって思うのは、こちらが日本語で日本人に話してるのに向こうは英語でしか返してくれない時。まあでもそれ多分混乱してるだけだと思うよ向こうは多分混乱してる。プロセスできてない。この顔から日本語が出てきてるって思ってないと思う。私が一番だったのはなんかほらこう駐在員の人とかでなんかすごい親父のノリ親父とか言っちゃあれだけどノリで「なんで日本語できるの?」って言われるから「私は日本生まれ日本育ちなんですよ」とか、なんか最初私日本人ですって言ってた。私も言ってたの。そう日本人なんですって、まあ、日本人だからハーフなんですって言うんじゃなくて日本人ですって言うと「嘘こけ」みたいな言われるよね。嘘こけみたいなこと言われるよね。はあと思って「嘘じゃないですよ」嘘じゃないよ。嘘ではない。嘘じゃないですよ。またどこで日本語勉強したのよみたいなこと言うよね。おじさん。そうだね。でも言うよね、おじさん。言う。どこで勉強したんだよ日本語またみたいな。それが私は嫌だった。嘘こけじゃないよと思ったね。ハーフだからって別に日本人じゃないわけじゃないからね。そうよ、日本人だしね。We're proud Japanese 日本人ですって言うじゃん。そうすると「いやお母さんが?」って言われるの。いや私日本人。いや母もお母さんもがじゃないもって思ってたかな。だよね。でナイジェリアに行ったとしたら私はでもそれ待って、それはね外国人なんだけど、私の場合は「白人のお姉ちゃん!」って言って追いかけられたの。白人のそう何人かはチャイニーズって聞かれたけど、ほら目がこうだよって言われて私がナイジェリアに行った時はいっぱいついてきたでしょ。あともついてきたよ。なんか、まあ、珍しいからね。ラゴス行った？行ったよ。ラゴスもついてきた。ラゴスでも車の窓にいっぱい張り付いてた人が。ああ、ちょっとそれは分かんないけど私が行ったのは田舎だったから余計珍しくて、走ってついてくる家のドアボンボン「白人のお姉ちゃん!」って私はボディーガードいたよ。ボディーガードはいなかったな。私はいた。ナイジェリアに行っても、まあナイジェリア人ではないね、確実にね、この顔だと。まあでも私たちは今ね全く関係ないんだけどアメリカに住んでて、まあアメリカはそういうなんだろう、みんなねいろんな人種が多民化が進んでいるので、多民化っていうの進んでるらしいので別に浮かないし、変ななんだろう外国人っていうのはないよね。みんないろんなところから来ていろんな文化を持っている国なので、を尊重するし、まあ嫌な思いすることはアメリカではないよね。なんか心地いいというか一番住みやすいね。そうね。ラスト、まあこれが一番ヘビーな内容なんですけど、いじめからかい。ヘビーねこれは。まあ、いじめ、私たちの性格上言い方悪いかもしれないけど陰キャではないからね、お友達とかいつもいたし、いじめられてこうなるタイプではないというか、家で泣いたね、いっぱい。そう学校から帰ってお家でたくさん泣いた。でもイフィはあんまり人に言わないじゃん、嫌なこととか。だからイフィが私はどんなこと言われたのとかも聞いたことないかも。イフィは全部貯めるじゃん。私は言うじゃん、ね、言われてどうすんの？流すの？その場を去る。去るんだ。私は何そういうこといいなっつってさ言ったの？そんなこと言ってたの？小学生の子言ってた。なんでそういうこと言うの？
やばっていね。言って、うんそれかでもたまにトイレとか行って一番覚えてるのは中学生の頃に、黒ギャルみたいなすっごい言われて、それが1日続いたんだよね。黒ギャル黒ギャルかなんか肌の色スキンカラーに対して何かを一日中言われて、もうなんか給食あたりでちょっともう限界が来たのね。限界が来て、ちょっと一回トイレに行って泣きましたね。一つ言いたいんだけど、そんなに黒くない。それ一つ言いたい。サッカー少年とかより全然薄いよ私たち。確かに。なんでそんな日本に行った時の方が白かった。そう、なんでそんなにね黒いって言われるのか私ちょっと分からなかった。まあどす黒いのかな。黒人ですけど、でもそんな言ってそんな黒くないよって。黒ってねこういう色だよ。黒ってこういう色だよ。ね。まあでもイビは髪の毛で一番そうだね、髪の毛言われたね。私実験失敗したのみたいな。超言われる。それはみんなやられたことあるよね多分。でもね、一番いじめというかこれは差別に入るのかな。一番嫌だったのは中学生の時に中学校の先生に自分の国に帰れって言われたこと。誰に言われたのそんなこと。なんで言われたの。別室かなんかに怒られてたんだよね、なんかに対して。このルールに従えないならお前は自分の国に帰れって先生に言われて。それ泣きそうちょっと今。何それ。その時はその先生ちょっと呼んでこいよ。なんでその時言わないの。その時はだってそんな考えてたから、それが差別。それやばくない。なんかそれ中学生だったからそんなのがさ、なんか差別とか分からなかったから。差別っていうか自分の国に帰るってお前どっから来たんだよって話じゃん。私たち日本で生まれて日本育ってるわけで、何自分の国っては。トランプがよく言うやつだよ。ここ違う、Go back to your country。 いやちょっとトランプがよく言う差別主義者。待って、その先生は呼んでこい。じゃあ私たちがさビッグになったらさ、ちょっとその人訪問しよう。でも今病気らしいから。病気なの。じゃあごめん、病気だよ。残念ですけど、なんか大人からもそういうのあったりしね、いろいろと。それやばいな。おかしいでしょ自分の国に帰るって。まあいいや、ちょっと今置こう。まあでも向こうも分からなかったんだろうね。分からなかったっておかしいでしょ。扱い方というか。いやちょっと待って。でも教育する側がそういうこと言うのはいけないよね。いや分からなかったって。中学生の女の子。何年前よ。たった5年くらい前でしょそれ。そう。いや昭和。何？大正？昭和？何？やばいねそいつ。大人からも子供からもいろいろ言われたよね。なんかよくあるのはさ、なんかプールに入っててさ、プールの水汚くなってろって言われる子いるよね。結構いるみたい。私は言われたことないけど、言われて嫌だったのは何だったっけな。結構あってもう分かんないよね。たくさんある。もうなんか言われ続けてきたよね。途中からね、シャリダンスかね、何言われてもはいはいはいってメンタルは途中から強くない。私がね、心の声でね傷ついたのはね、髪の毛宿毛かけて、やっぱさほら髪の毛でいじられるわけじゃん、髪の毛だから宿毛かけたじゃん。で宿毛かけたら、あ、そうだ、髪の毛まっすぐにしたら可愛くなると思ってんの。誰に言われたの？ダメだよ、名前出すよ。嫌いだから。あ、でも覚えてる、小学生の時入学式の時かなんかにね、6年生の人に入学式のなんか体育館に歩く時に6年生と手をつながなくちゃいけなかったけど、その時にその6年生の男の子が手をつないでくれなくて、汚いから嫌だっつってつないでくれなくて、それが泣かないで、言わないじゃんそういうこと。泣かないで。何それ。それで言われて嫌でトイレに駆け込んで泣いてたら、トイレの上から水かけられた。誰に？6年生に。嘘でしょ。本当。入学式。そう。それ誰かに言った？言ってない。そんな入学式でした。ちょっと待って。何それ。泣かないで。なんでその時言わないの？その時小学1年生だよ。言いなよお姉ちゃん。こんなこと。1年生だよ。お姉ちゃん3年生だったで。6年生。言うよそれは。私3年生でも。私の方がほら気が強いじゃん。だから小学校行きたくないなってずっと思ってたね。やだそれ。やば。1年生の時。やば。とかいろいろあるよね。それ誰？名前覚えてないの？日本帰ったらそいつ心当たりある人コメントしてください。会いましょう。1年生だから。タイマンハロータイマン。26歳とかでしょ今。かかってこい。だよね。かかってこい。水かけてやるよ。ホースかなんかで上からかけられたね。かけてるやる。なんてことだよ。そんなことある。私の方がほら強いじゃん。イフィはさこうやられちゃうけどさ。今はもうやられないけどね。まあね。アドはさ、お前何言ってんだよってなるけど、アドは男の子とそれで喧嘩とかしててさ、そのせいで保護者に嫌われてたらしいけど、マミーが言ってたよ。アドの学年のお母さんは私と話したがらないのって言ってた。そうでも私が男子と喧嘩してたのはそういう理由だし、別に悪いことはしてないし、私からかわれるから言い返すというかね。でもね、私が一個思ってたのはね、なんかね、一回ねマミーがメンションしたんだよね。マミーはなんか他のこの保護者になんかいろいろ言われてた。そうなの？そうらしいよ。そういうの子供に言わないじゃん。言われるだろうね。あそこの奥さんは黒人の人と結婚してみたいな。そりゃそうでしょ。そういうのを言われるだろうね。お母さんも言われてたみたいだし。マミー強いね。
そういうのをね子供に言わないからね。強いね。まあそれはそれで母親のねハーフの子を持つ人たちの苦労もあると思うけど、今はもっといい世界っていうかね、もっとだといいけどね。そんなんじ増えゃないてるからね、ちょっとずつ人口、うんハーフ人口多いよ。ハーフ移民も進んでるし今は。移民だから移民って移民なんかちょっと気分落ちた。やめエリーがそんなことされたの私知らなかった。なんで言ってくれないの？今度から意地悪されたらお姉ちゃんに言うのよ。いもう意地悪なんてされません。やいるよ。でも私この間日本帰った時電車でクスクス笑われたよ。笑い返してる。泣いた。泣いちゃう。そうだ。もう大丈夫って思ったけどね。いや大丈夫じゃない。久しぶりに帰るとあれなんで、あびっくりしちゃった。久しぶりになんかこういうところだったって思う。こういうところだってこういう人いるんだあれ。そう日本帰るとちょっとこういうこともあるんだなってたまに忘れちゃうよね。泣いた。前回帰った時は指さされるもんな。でも私は最近言うよ、日本に帰ってなんか日本で、うん、日本語で私に対して何かコメントをしてる人がいるとするじゃん、電車とかで、うん、そしたら日本語わかりますよって言ってから去る、いつも。そうすると後ろで言ってる。私何って言うよ、やめてほしいよね。別に思うのは勝手だけどさ心に秘めとこうよって感じ。しょうがないじゃん。そこはコントロールできない人がどう思っちゃうから、私たちを見て、汚いって思っちゃうなら仕方ない。そういう心なんだもんね。そういう心あなたが汚い心を持ってるからそう私たちを見て汚いって思って、汚いフィルターかかってるからいけないよね。心が汚いから心が汚いからということでね、最後の5つ目のやつはちょっとねヘビーな内容になっちゃったけど、そういう経験があったからこそ今の自分たちがあるので、そういじめてメンタルが強くなりました。いじめてくれた人、道端でクスクスしてくれた人、ありがとうございました。ありがとう。もうしないでほしいけどありがとうございます。いやもうしたら今度石投げてやる。捕まるよ。あそうか。じゃあそれ捕まる。笑ってるよこの子。石投げてダメだね。見てちっちゃい。石投げるのはよくない。よだれ。石投げるのはよくないね。ごめんね。うちの子いじめたら許さんよ。チューチューもクォータージャパニーズなのでね。私のうちの方が強いけどな。どう見ても日本人じゃん。どう見ても日本人ではないけど、まあそういう経験もありましたという。でもね、結果オーライ。結果オーライね、そうね。結果オーライというか、そういうなんていうんだろうね。経験値アップしたよね。経験値。ありがとう。だから私はありがたいと思う。それがあってよかったって思う。そう、小さいことじゃくじけないし、人の気持ちも少しわかるんじゃないかな。少しというかだいぶわかるから。私はちょっと少し。ちょっとイフィの人の気持ちはわかるよね。優しい人間だからね。やられて嫌なことはしないっていう基本的なこととかねは大事にして生きていきましょう。皆さんもいじめちゃダメだよ。そして今いじめられてる子、いじめられてる子はもう私に言っておいで。日本帰った時にいじめっ子のとこ行って「おいいじめんなよ」って言ってあげるから。ねえ頼もしいやろ。朝日くんもいじめられたら言うんだよ。朝日くんはいじめられなそうな顔していじめられたら言うんだよママに。自分で何とかしましょうだって言うんだよ。言いなさい。いかがでしたでしょうか。ハーフで損したこと、嫌だったこと5つお話ししてみました。じゃあ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。